連携住職三木大雲です。今回もですね、前回に引き続き、また吉井さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、吉井正夫の怪談アビル会代表、吉井正夫です。お願いします。よろしくお願いいたします。ちょっともう、すいませんね、何度も本当もう。すいません。こちらこそ、だから何個も喋りたい話があっ嬉しい。て、ありがとうございます。今も3つぐらい聞いてほしいやつがあるんですよ。すごい。で、どうしようかなと思って、正直前回聞いた話で、はいまあ、これは解決できたなっていうのがあるんで、はい。ちょっと違う話いいですか？はい。これなんなんっていう。はい、はい。うち、はい。投稿怪談はい。が、言ったら4、5千通ぐらい今来てるんですね。おでも、今日やる予定はなかったんですけども、はい急遽ちょっと聞いてほしいなっていうのがあって、嬉しい。ありがとうございます。僕ね、投稿怪談って、はもう本当にありがたいことにむっちゃいただいてるから、はい。手前の最新のやつ、はい昔のやつ、真ん中ぐらいのやつってもうランダムに読んでいってるんですよ。はい、はい。その中で、ええ僕が読んだ順番で、はいちょっと浴びていただきたいなっていう話があるんですけど、はい。これ何なんだっていう。なんなんだ。はい。聞きたい。一応匿名はい。希望なんですけども、まんま読んでいきますね。はい。まず、僕が読んだ、はい12月ぐらいにはい、ライブがあるから投稿会談何読もうかなと思ってて、バーって読んでいってたら、2024年6月4日に来た原文ママです。はい。いつも作業用としてお世話になってます。32歳男、会社員です。短いですが何かの足しになればと思い投稿させていただきますと。この方の昔の体験談ですね。中学時代、バスケ部の試合帰り、先輩と後輩含め10人ほどで帰宅してたんですね。その途中、遠くで叫び声のようなものが聞こえました。なんかあったんかなぐらいの程度で、誰も気にせず、ヨタ話しながら帰ってたんです。でも、帰っていくとどんどん声が大きくなってくるんですよ。あれ何叫んでんのかな、認識できるほどに、その叫び声の主に近づいていってるな、これって全員が思ってた。そんな中、誰か叫んでね。そう先輩が言った次の瞬間、しっかり聞こえてくるんです。神がいる。ここには神がいる。変質者いるじゃん。とみんなで笑っていました。しかし、何やら付近がざわついています。ある通りに差し掛かると、そこまででかくないアパート。その前になんか草むら。草木が生い茂る空き地。で、その前に細い道があるんですけども、そこで、この茂みに向かって土下座のような体勢で、神様！ここに神様がいる！と、30代くらいの身なりは綺麗にされている女性が叫んでると。おそらく目の前のアパートの住民なんかな、関わってはいけないと思い全員で走って逃げました。あれは何だったんだろうというオチ弱めの怪談ではない不思議な話をして投稿します。で、場所は東京の小金井市〇〇町近辺です。何かの足しに使ってくださいっていう DM をいただいたんです。で、これを読んだ時に、小金井市ってなんか他にも届いてたな。で、調べていったら、2024年1月15日。これが届いた5ヶ月前です、ね。言ったら投稿ネーム、システムめぐみさんから。自分自身霊感があるわけでもなく、何かを見たわけではないのですが、不思議な実体験を聞いていただきたい。私は吉井さんよりも少し先輩の年齢になるのですが、これは10年以上前の体験談です。実体験です。びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク。出してもらっても大丈夫ですが、当時、小金井市の某所に住んでおりました。これで、小金井市で検索して引っかかってんや。仕事から帰宅途中に夕飯の材料を買い、家に向かう途中で記憶がなくなりましたと。次に気づいた時には警察の方に肩をゆすられており、自分でも何が何だか分かりません。そこで警察の方に言われた言葉に血の気が引きました。あなたね、ここで20分前から神様がいるって大声出してたから通報が入ったの。と言われ、尿検査含め署まで来てくださいということで。
で、検査しました。もちろん検査結果は白。悪いお薬はしておりません。ニコちゃんマーク。後にも先にも自分の体が乗っ取られたのは、これが最初で最後です。怖くなり、すぐにお祓いへ行き、今は引っ越して別の地域に住んでいます。よければこの話どうぞっていう話が来たんですよ。あれこれ女性で、あの人やん。あの人の目撃談やん。で、ここで終わったらよかったんですよ。2024年12月23日、ちょっと、アカウント名伏せますけども、はぐきほにゃららほにゃららさん、いつも楽しく動画を拝見しております。これ2024年12月23日ってことは、もうその日です。僕が読んでたその日のやつです。いつも楽しく動画を拝見しております。私は東京都某所に住む27歳の女性です。私の実家は東京都小金井市丸々町、丸の丸の丸。一緒。まあ、言ったら、丸々町は一緒で、番地までこの方が書いてくれてます。丸々丸にあります。敷地内には祖母の家がまずあります。で、祖父母が経営するアパート。で、この方が住んでいた家が建っております。結構広い家ですよね。今は家の裏側にたくさんの家が建ちましたが、数年前までは、この敷地の裏に、〇〇さんという地主の方の土地がありました。で、それが雑木林になってたと。草木が生い茂ってたと。で、このなんで〇〇さんって言ってるかというと、小金井市のこの〇〇町の由来になった大地主の方の土地だと。で、名前を吸わせていただきます。で、この方が小学校3年生の夏休みに、一人で留守番中に宿題を進めていると、家のインターホンが鳴りました。外の映像をモニターで見てみると、近くのアパートに住んでいる男性が映っており、インターホン越しに、危ないから外に出ないようにして、と言われました。まあおそらく子供が出たから、多分危険察知して言われたんやなと。そのままその男性は祖母の家の方へ歩いていって画面から消えました。少し経つと祖母と先ほどの男性が家に上がり込んできました。私の部屋はアパートの外階段と外廊下が見える場所にあるんですけども、祖母はその男性と一緒に私の部屋からアパートの様子を見ていました。エアコンがついていたので窓を閉めていたのですが、祖母が様子を伺うために窓を開けた瞬間、ここには神がいると大声で叫ぶ声が聞こえました。隙間から覗くと、40代くらいの男性がアパートの2階部分の外廊下から土下座のような体勢をして雑木林を拝んでいます。祖母はすぐに警察に通報し、男性は警察に連れて行かれました。何だったんだろうと思いながらも、時が経つにつれ記憶が薄れていきました。高校1年生の夏の終わり頃、部屋にいるとまた神がいる、ここには神がいると大声が聞こえてきました。部屋からアパートの方を見ると、次は20代後半くらいの男性が、以前いた男性と同じように雑木林の方を拝んでいました。すぐに祖母と警察に連絡して、その男性も警察に連れて行かれました。で、それから数年が経ち、まあいろいろあって私はその家を出ました。少し経って父から家の裏側が雑木林の方が開発され、家がたくさん建つ予定だよと連絡がありました。そして開発が進むと、以前男性たちが拝んでいたその雑木林の場所、遺跡が発見されたんですと。新たな場所、遺跡名が小金井市〇〇〇遺跡と検索していただくと出ます。頭のおかしい人たちだと思っていたのですが、あの人たちが見てたのはもしかしたらこの遺跡の神様だったと思いますと。で、この遺跡も検索したんですよ。そしたら何件か X のポストが出てきて、遺跡が発掘された瞬間、神殿、遺跡の神様がいるって言ってたのに、すぐ遺跡の工事中止してるじゃねえか、どういうことだよっていうポストがあるんですよ。これみんな見てんのは、これ遺跡の何かしらの神様なんじゃないかなというなんか不思議なお話なんですよ。いや、ありがとうございます。これ何ですか？まんまですよ、全文。最終的にその遺跡の場所はどうなったんですか？遺跡の工事がストップして。まんまです。空き地の。今もそのまま。ちょっとこれはね。これ何ですか？
これ私ね、似たような話が一つありまして、嘘これもちょっと場所言えないですけど、はい。とある場所でね、はい。そこは古い家がちょっと立ち並ぶ、古民家みたいな。古民家がずっとはい並んでる家があったんですね。はい。で、そのうちの4軒ぐらいが空き家になってたんですよ。うん。で、空き家のままずーっと10年ぐらいはい。経ってたんですね。はい。で、その間、その空き家は何をしてるかっていうと、はいもう地主の人が貸すと帰ってこないんで土地が。ほだからもうそこら一帯持ってる人で、もう皆さんが引っ越してくれるのを待ってはったんです。う。へえ。だからずっと10年ぐらい空き家で、もう人が一旦出てきたけど、もう入居はさせないという家があって、で、まあ、その家があったのも私結構ちょっと、これ言うと、場所あれか。まあ、その場所を一応知ってるんですね。うんうんで、そこにちょっと私の知り合いとかもいて、そしたらいつもね、そこの前をずっと歩いてる人がたまに、なんか、いたって言って、首を押さえるんですって。で、もう、痛いって言って、救急車が来る。救急車が来るレベル。でももう気絶する人もいるんですって。痛すぎて。で、なんで、前回もそう言ったら何ヶ月か前にもここで首痛い言ってた人いたなとかっていうのがよくあるんですよ。で、あそこなんかちょっと怖いよっていうのが町内で有名になっていて。はで、町内でわーっと噂になった時にその地主さんがあんまりこう結構だから6人ぐらい私がその知り合いから聞いたのは6人ぐらいが首を押さえたりなんかちょっと事件もあったりあんまり言うとなんでですけどで事件があってまあちょっとあれかな切りつけ事件があったんですよ。あ。へえ。でその切りつけた方も記憶がない。で切られた方もなんか誰に切られたかよく覚えてないとか。めっちゃ似てますね。すごいって今だからお話聞きながらで実はねそこね最終的にお祓いというか供養に来てくださいって言って私じゃないんですけど他のお坊さんが行かれたんですよ。そしたらもうねその近所のこうエリアに入った途端もうすでに首が痛かったらしくてで一番痛いところでお経をもっと思ってやったらその空いてる旧家のうちの一軒の家の前通ったところにもムチ打ちぐらいの痛さ感じて「ここや!」って言ってでここはもう誰も住んでられませんとでもここで痛いんでここで読ませてくださいってそのお坊さんが呼んだんですけどもう呼んでる最中も痛いんですってでなんとか頑張って帰ってきはってでその後実はもう行きたくないって言って私がチェンジで行くことになってで私が行ったんですよ。で私が行った時はそんな首の痛さなかったもののなんかね嫌な感じがする場所でで地主さんにお願いして、もうちょっとここ家もし潰さはんならちょっとおかしくなりますけど、長屋なんでここら辺なんかちょっとスポンと切ってなんかもうちょっと土地をにこうなんか沈め物みたいなのさせてもらえませんかってお願いしたら、もう快く「もうぜひぜひそんなあれやったらしてくださいちょっと嫌な噂も立ってるし」って言ってその家取り潰して掘ったら首のないお地蔵さん出てきました。だからもう訴えてはったんと思います。頼むでって。でこれ実はね私たちって神様万能だと思ってるじゃないですか。実は神様って3階って言って4階のてっぺんにいるんで、人間よりはもちろん全然すごい方なんですけど、悟りを開いた完璧な方ではないんですよまた神様って。そうなんです。一応お経にはそう書いてあってで神様っていうのはまだたまに怒りをあらわにされることがあってもういわゆる腹が立つっていうことが完全に抜けきってない神様がいてただもう分別完璧な方なんでもちろんもうやたらめったか怒るとかはないですけどでもなんか自分が苦しいっていう時についついそういう訴え方されてこれがちょっと罪につながったりするんですけどだから神様から輪廻転生して人間界に落ちてこられる方もおられたりで多分そこは神様がもう俺のことを祀ってくれと言ってられるんでしょうね。いつ行きましょうこれいつ行きましょうめっちゃおもろいっすよいつ行きましょうもう住所も出てますからねそうですね。うわこれミキさん行って投稿者3人集めて本当ですね多分全員連絡取れるんでそれ一回ちょっと本当ちょっとね心霊スポットでも何でもないですそうですねそれやったら僕行きますわむしろちゃんとね祠みたいなの立ててあげられたらだってこれ
ほんまこの話っすね多分。でもこれや掘削したら、縄文時代の土器とかそういうのがめっちゃ出てきたんですって。出てきて、でもストップしてるのが何かは分からない。なるほど。で、これに対して僕が遺跡の名前出さないのは、気づいた方。確かに。で、小金井市ってめっちゃ遺跡多いんですよね。はい、で、この遺跡のことで気づいた方から別でご連絡 DM いただいたんですけども、その人がほんまかどうかわからないですけど、はい、あそこはあんまり触れない方がいいですよっていうのを言われたんですよ。なるほど。で、その人のアカウント見たら、まあまあ有名な、多分その土地に精通してる方やったんですよ。まあ長年政治活動されてる、この土地に詳しい方で、なるほど。なんか裏あるんやろうなと思って深く踏み込まなかったんですけど、なるほど。めちゃくちゃなんかありそう。ぜひ行きたいですね。めちゃくちゃ面白い。いや本当にちょっと本当にちょっと私が今ちょっと吉さんもそうですけども予定がパンパンなんでちょっと本当これ早く行きたいな。月をちょっと塗って、ね、はい、ちょっと本当にね行けたら行きましょう。これぜひ。そうなんですよ。これだから番組でもオファーがあったんですよ。ここ行きたいですみたいな。いやでもうちの YouTube で行きたいなと思ってるんで、っていうのミキさんがそこに来てくれたら本当予定合う時に。そうですね。なんかね神様をちゃんと納得していただけるようになれば神様ですからやっぱり味方もしてくださいますし、今ちょうど本当にね私これ人類大会議のチャンネルの方で言ってるんですけど、善神社国って言って、善神って良い神、善悪の善に神、良い神様が社国って言って国を捨てて出ていくっていう時期に今あるんですよ。日本捨てられてるってことですか？そうです。もう日本が捨てられる直前まで来てて、だから私は拝む場所とか、だからお墓も墓じまい増えてるじゃないですか。うちもそうです。そうですか。こっちに移します。まあでも移してまた新しくね、ちゃんと拝む場所、仏壇があったり神棚があったりっていうのがだんだんとなくなってきて、だから私はここに拝む場所を作りたいっていうので、まあ頑張ったら宝くじで。すごいやん、もうね、その神様をちゃんと納得いただけるような形を取れるようにしますんで、一度ぜひ足運ばしてください、ぜひ。ちょっと東京たまに来られてますもんね。その時にちょっと行きますんで。そうですね。ちょっと事務所に寄っときます。面白い。いやー、そこで神様と出会えたらいいな。いや、これ喋ってよかったですよ。喋る予定じゃなかったんですよ、これ。そうですよね、今急遽。ほんま別の話しようと思ったんですけど。ありがとうございます。やっぱりなんか、引きがありますね。ありますね。毎回なんかあるな。もしかするとこれご覧の皆様の中にも、一緒のことあったけどっていう方もおられるかもしれませんしね。ぜひちょっと、あれば僕でもいいですし、ミキさんにも連絡ください。ぜひぜひ。ぜひぜひ。ありがとうございます。貴重なお話を。ということは、このお話、また、いつか、ロケで。ちょっとロケで。本当に。初ロケ。浴びる会初ロケ。私も初ロケと。コラボしましょう、その時。ロケコラボ。ぜひ、お願いします。お願いします。ということで、皆さんもちょっと楽しみにお待ちいただけたらと思います。本日は、これで、コラボ。浴びる会です。吉井正夫の会談浴びる会。吉井正夫の。吉井正夫さんね。これを間違えてた。正夫じゃなくて、正夫で。正夫さんね。階段を浴びる会。はい。吉井正夫さんの階段を浴びる会。同日コラボ3本だからこれ3本目は別に好きに出していただいても大丈夫です。ありがとうございます。どう出していただいてもありがとうございます。はい、となっております。ぜひ、両方のチャンネル見ていただけたらというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。